はい説明します。これですね今回3組コラボ、アッキーとライサタと我々とっていうコラボやったんですけども、そもそも僕が集合時間間違えてましてですね、着いた頃には昼飯担当のアッキーがすごく美味しそうな料理を作ってくれてました。でね、グラタンとかね、スペアリブなんか焼いたやつとか、めっちゃ美味しいでしょ。めっちゃ美味しい。これがね、みんな食べようっつって、で晩ご飯はライサタが担当して、で朝ごはんを私が担当するっていう感じにしてたんです。とりあえず飲んでまして、みんなでねワイワイなんか相談とかいろいろ話をしながら飲んでたんですけど、雨が降ってきましてですね、これなかなかの雨で、ちょっともうびっしゃびしゃなるぞこれはつって、これやまないぞなんて言いながらとりあえず飲んでたんです。ただね、犬きなこね可愛いですけどね、ただもうどんどん強くなってきて、ご覧ください。もうこんな状態になってきましてですね、もう雨足がもう強くなるばかりで、そんな中ですね、これどうしようかみたいな言ってたら、アッキーがですね、この近くになんかめちゃくちゃメニューの多いものすごいご飯屋さんがあるっつって、なんなんそれって言ってて、もういっそのことそこに行ってしまおうかなんて言って、いっかじゃあ晩ご飯はそこでしようって言って今こうなってます。はい、今これご飯屋さんに向かっております。その模様をご覧ください。これが一丁か。でかなんなんこの店。すごい。山の上の砦みたいな感じ。すごい。でも料亭みたいな外観やんこれ。これがみんなのカジュアルな料理屋さん？すごいやん。なんなんこれ。これカジュアルなんや。うわすごい広。本当何食べるか困ったらとりあえず一丁にしたら全部あるやん。肉から魚から。そうですよ、全部あります。お酒もあります。麺類はい、い酒もろいろデザートもありますからね。やば。和洋中ありますからね。そのアッキーのおすすめは何なの？私のそれ来ます。まさかニンニク定食とかないよ。これハンバーグもある。これです。うわ牛サーロイン。サーロインもあんねん。居酒屋兼ファミレス兼蕎麦屋兼みたいな感じ。寿司屋兼。うどん寿司。エビチリもあります。中華もある。やば。よかった。嬉しい。ほんまやな。食材の仕入れやばいよ。食材そうなんですよ。それ気になっちゃって。全然誰もいいから。テーブルにあんなんされて。これが一丁か。一丁、この長野県あたり、小諸市なの？一丁は。佐久にもあります。隣佐久市にも。じゃあ長野県あたりはもう一丁がもうありますよ、一丁なんて。占めてるんや。はい、占めてるって言ったら群馬とかにも。あ、そうなんはい、や。私全然知らなくて。そうやんな、これ東京の人知らんわ、これ一丁。もうめっちゃいっぱいあるから、なんか何食べたいか分かんなくなってくる。確かにこれ毎日来れるってこと。毎日これでこれ。日替わり。とりあえず一丁着とけば、もう長野群馬来たら一丁やな。これ。ファミレス、これやばい。ラーメンって何なの？なんか部長係長課長ってあって、部が一番すごいのが部長。ああ、出世街道の支部が。部長行きたいです。だんだんグーとかが増えていくんや。増えてくる最初は。でもめっちゃ安いです。安い。399円。係長安い。具なしですけどね。部長でもだって599円。そうです、めちゃめちゃ安いです。漬物盛り合わせとタラのチャンジャー。鶏皮のタレ。山盛り鶏の唐揚げですか？何で悩んでんの？出世ラーメンかいつも頼んでるカレーうどん。だったら出世ラーメンや。そうですよ。そういう言い方されると、それは何を YouTuber がさ頼んだことあるもん頼もうとしてんの？乾杯。キャンプいいね。いいっすね。最高。後半ちょっとエグかったですね。よかったな。やばかったですよ。得意させなんかびしょびしょなびしょびしょ。そこがつ。あったかそう。これバターさんよっぽど冷えてたんですね。お湯割りに酒蒸し。多分だけど、来るって言ったから早くしてくれて。高崎にいい感じのキャンプギアのお店あるよね。そうなんだ。これ正解じゃん。うわ、正解。これやばい。ジャッジ早っ。
めっちゃいい匂いする。このシンプルなもやしとキャベツとこの豚はこれ最高ですよね。結局これやわな。はい、結局これ結局これ。これが部長ラーメン。でも徳井さんのこじらすカレーは本当に美味しい。あれ美味しいよね。あれはなんかもう本当に福井さんとかじゃなくてガチで。マジで、あれは自信持ってあれは絶対家に置いときたい。なんかお客さん来おたり客さん来た時とかに、めっちゃ美味しいですね。あれは美味しい。あれはマジでうまい。マジで美味しい。ここの間舞茸をいただいて、山ブーケごといただいて、舞茸と鶏とお肉、牛肉のカレー美味しかったです。美味しかった。なんでアッキーガンプラガンプラや好きなの？ってみようかな。かっこよくないですか？世代でもなんでもないのだって。世代じゃないですね。でもガンダムって世代ずっとまあじゃないですけど、今は水星の魔女とかやってて、今アニメ見始めましたちょっと終わっちゃいましたけど。で、ガンダムって私ただのロボットの戦いかと思ってたら違うんですね。そういうね、そうなんですね。結構えぐい。えぐいっていうか、死にまくり。いろいろ見たことない。面白いです。結構えぐい。でも水星の魔女多分一番見やすいからあんま見たことない。そうなんですか。へえ。もうアムロレイとかじゃないの？アムロレイのだからサイファーストのやつですよね。は90年代に今は主人公誰なの？もうゴロゴロ変わって全然違います。その作品によって変わる。徳井さんってあんまアニメとか漫画とかは見ないんでしたっけ？俺全然見えへんねん。だからガンダムドンピシャ世代やねんけど、はい見たことないの。そうなんだ。え、子供の頃だって周りみんな見てませんでした？みんな見てた。なんで見なかったんですか？ドラマ見てたから。ドラマなんで見てたんですか？いやまあ知らんと思うけど、金曜日の妻たちへ。ああ、知ってますよ。見たことはないけど。ドロドロ不倫の。みんながガンダム見てるときに、俺はドロドロ不倫のドラマ見てて。全然違います。すごいな。でもなんか通じてる分かると思う。くらい。 20歳の時からジャズ聴いてた。ほんまに。徳井さんが言うことが。ジャズ。なあほら。池内が。俺ジャズ聴きたいっていうのではなく。なるほど。少年がいる。だって俺サックス持ってたもん、勝ったもん。ガチジャズガチじゃないまあですか。吹けへんけど、雰囲気だけで。中学生ようやく最近ジャズダンス好きになって。中学生の時にヤンキー見て、こいつら親に養ってもらってんのに何してんねんって思ってた。冷めた。そんな大人の発想。中学の時ですか？そんなこともあるかな。あのちゃんこいつだ。養ってもらってるね。とかさ、なんか親に反抗したりとかさ、してんのに、いやいや反抗するんやったら自分で生活してから反抗せえよみたいな。どうせ家帰ったらおかんの作った飯食うくせにこいつ脱サするんや。ちゃんと家でめっちゃ俯瞰で見てるじゃないですか。親が家賃払ってる家に住んで、何言ってんねんこれみたいな。それ中学で気づいてるのすごいですよね。めっちゃ思ってたもん。マジすごい。大人びてる。じゃあちょっと視点が違うんですね。ドラマ見るわって話。それ結構めっちゃ不倫とかドロドロ系のドラマって今でも好きですか？今めっちゃ好きでもないけど、恋愛系のその不倫金妻ってやつは不倫系やったけど、別にそれ以外の大人の恋愛のドラマとかも普通に見てたから、恋愛ドラマの方が好きだったって感じです。アニメとかよりも。その時は。子供が見るもんやいや子供が見るもんやしとかって思ってたわけじゃないけど、単純に普通に興味がなかったのと、ガンダムに関しては前にバター言ったけど、ガンダムに関してはその戦闘用ロボットやんか。戦闘用ロボットで正常進化して人型になるかねっていう、そのちょっと納得いかへんかったの。ひねくれてる。わざわざ人型にしてその刀なんかサービスみたいな、あれをその人に寄せる、その戦闘に特化することイコール人に寄せることになるかな。剣で戦い出しますもんね。そう、剣はもうさ、擬人化させて戦わせてるやんか。それい
しちゃうとその兵器としてはもっと正常進化する形があるんちゃうかなっていうのがちょっとあって。アニメにそういう考え持ってこられるとちょっとなる全部そうなっちゃう。入り込めへんかった。入れない。なるほど、入り込めない。込めないんだ。でもやっぱでもなんか私周りがみんなガンダム見てるじゃないですかっていう状況でガンダム見ないでいられるっていうのが私はちょっとあんまりわかんないんですよね。その会話とか適当に合わせた。見てる体な感じ。なんとなく。それは学ぶもそういうタイプなんですよ。学ぶも全く通ってなくて、アニメとか漫画とか一切。ゲームも一切。なんでイレブンだけ。そう、あんなにみんなやってたのになんでやらないの？イレブンってサッカーのゲームだけ。サッカーしかやってない。それだけ一本、それ一本で。みんな好きだな。そうそう。サッカーしかやってない。それがなんか平気なのすごいな。平気でもあんま記憶にないけどね、なんか合わせてたという感覚すらないというか。好きになれないのはしょうがないですよね。まあそれはバターさんが好きなんですか？俺はもうベタベタの子供や。ベタベタや。みんなが好きなものが好き。ミーハーです。コロコロ読んで。コロコロ懐かしいな。好きで。だってもうジャンプとかも黄金世代じゃないですか。見てた。2人の世代の時ってドラゴンボールがあって、ドラゴンボール。ね、スラムダンク悠々白書とか北斗の拳。すごい。スラムダンク連載してるみたいな感じですか？そうだよ。めっちゃいい。一番いい世代。めっちゃいい。高校の時とか。そうですよね。こっち亀あって。こっち亀あってもう最高でしたよね。全部超有名なの。その時に漫画とかにハマらないってすごいですよね。うちらの時は全然すごいですけど。うちらの時はもう。でもなんならみんながさ、週1回ジャンプ買うやん。はい。あれが楽しそうで、その行為がしたくて買ったりしたの。中身にはあんまり興味がないけど。ドラゴンボールは好きっていうほど好きでもなかった。人並みちょいいいかって感じやもん。どこまで見たんですか？最後まで見てないでしょ。多分普通にそんな時々見てるんですか？魔人ブーとかなんか全然行ってないし。ドラゴンボール途中で見たんですか？っていうか漫画を読む習慣がないから、なんか友達に5巻とかまとめて借りたとかの時は読むけど、それが途切れたら一気に自分から取りに行かない。スラムダンクも？スラムダンクも？スラムダンクはなんか俺昔同棲した彼女が全巻持ってて、それで漫画を読んだ。なるほど。面白くなかったですか？あと7も。7！意外と少女漫画とかの方が確かに好きそう。7はハマったね。7面白いですよね。7はおもろい。7おもろい。やっぱ恋愛系の方がいいな。仕事に通じてる。超リアルやな。会話とかも。わかります。7はハマった。7は面白い。そういうテラスハウスのあれにつながっていくんですか？でもほんまにそうだと思う。ほんまに俺が小学校の頃から見てたトレンディードラマとかがテラスハウスにつながってる。もう徳井さんのボーイフレンド私大好きで見てたけど、もうなんかそれ言ってほしいってことを全部言ってくれるって感じ。めっちゃ面白い。ですよね。なんかまたそのなんか自分言葉に私たちも持ってるけど言葉にできないところをちゃんと言語化して言ってくれるからわかるみたいな。そこみたいなもう汗ばんでおりますがよかった。もうすでに汗ばんでおりますっていう言葉を言ったんですけど、それがよかった。どの時なの？どの時？最初らへん。最初。ね、マジでボーイフレンド超面白かった。めっちゃ面白かったですね。泣きましたよめっちゃ。どこで泣いた？感情移入して。誰に感情に？誰に？私あれじゃないですか。別れる時さよならって。最後いなくなる時も泣いたし。あそこはちょっと泣くな。ゴーゴーダンサーの優作ね。優作さんが最初さよならの時みたいな。わかる。
あの時もうマジか飲んでるんだよな、なんか飲みながら最初めっちゃ旬でしたっけ旬にめっちゃイライラしてて何こいつみたいななんで来たって思ってたけど最後もうなんかカーレースみたいなやって優勝して願い事はないみたいな勝つなよみたいな願い事なんかその時の徳井さんめっちゃ面白かったなんか進論呼び出して呼び出すだけ呼び出して願い事はないって言ってるようなもんみたいな見ようとすら思わない。いやめっ今んとこまだ見ちゃ面白いですよねボールレンドめっちゃ面白いですよねこのドーム結構楽しくない？はい。二人でさ、この感じ。ちょっとこう基地感がありますよね。基地感あるよね。Out on the edge, up on ahead, that's where we're going. Ready the lights up there, they told us. Weary the feet that find the street that they have been searching. Heavy the load, they say that is the toll, dropping your burden. Twilight, the good kind, and the color that the fire makes as sparks fly out into outer space. What have we done to each other? La 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 la, let go of one another. So it is as they say, and weary we are. There's not much to say except for Come on. the song. And I wanna hear the shout of the first of us to see that flag. Don't let go of my hand. Oh. めちゃくちゃうまいこれ外せこれは何を作ってくれはるの？鶏白湯鍋を作ります。鶏白湯鍋。これ京都の頑固麺っていう私たちが大好きなラーメン屋さんがあるんですけど、そのラーメン屋さんが冬だけ出す限定のお店でしか買えないお鍋なんですよ。ラーメン屋さんが出してるの？そうなんです、そうなんです。この鶏白湯の鶏豚骨のラーメンが美味しいお店で、その自家製の鶏白湯を使った鍋、私たち人生でこの鍋が一番好きで。あ、そうなんや。はい。キャベツと鶏肉とネギとごぼう。でこの口の極みハヤシごぼうっていう。スーパーのバイヤーやってる視聴者さんからいただいた美味しいごぼう。あと俺ほんまはさ、はい、味噌汁も豚汁作ろうと思ってて、そのカットしてある具があんねんけど。あ、そうなんですね。入れてくれへん？もちろんもちろん入れましょう。可愛くないですか？可愛い。雪平鍋なんで結構火もすぐ入るし、いいね。可愛いんですよ。デザイン性がいい。ガラスだし蓋が。めっちゃ可愛いガラスだった。あー、お腹すいた。気持ちいいですね。もう匂いしてきた。めっちゃ美味しそう。うわ、うまそう。
うわいいねいいねいいよ。ご飯を作ったりするから。いいよいいよ。うわいいよめちゃくちゃいいよ。やば。それ気をつけて。うわいいよ。いい絶対うまい。いい強い持つよ持つ力ある。持つね。もっといこう。あれ美味しそう。うわうまそう。鶏白湯。白湯の鍋です。いい感じかな。あんまね他でないから。はいじゃあ。美味しそう。嬉しいありがとうございます。最高。うまそう。腹減った。がっつり準備してる間にがっつり腹減った。はい。いただきます。いただきます。いただきます。美味しそう。うまうまい。美味しい。うまっ。よかった。ありがとうございます。うまい。うま最高じゃんこれ。ちょっとこってりめの鍋です。うまっ。美味しい。ごぼうもうまい。ごぼううまいですね。味やば。普通に。うまっ。柚子胡椒入れてみてください、パスタさん。ピューさんよかったらちょっと鍋に入れてください。入れすぎるとちょっと辛いです。ちょっとだけ辛い。これやばくないですか？そんなに変わる。めっちゃ変わる。この鍋との相性半端じゃない。めちゃめちゃうまい。これやばくないですか？うまい。嬉しい。これ完熟の柚子を使った黄色の柚子胡椒で私たちのお友達が作ってるんですよ。そう、柚子号っていう。めちゃめちゃ美味しいよ。毎年冬しか販売しない。ほんまにうまいこれ。嬉しい。やば。合いますよね。これなんかちょっとお肉こってり系のやつにさっぱりして美味しくなるんです。柚子の香りがすごいもんな。あれ。ちょっとなんかあれ。鍋入れる？食べるもの。おかわり。行きます？美味しいですよね。柚子を本当に広めていきたい。この鶏白湯ほんま美味しいな。なんか博多とかのめっちゃ上品な水炊きと、濃い白味噌の鍋の割ととこ取りの感じやな。なんかちょうど最初からくたくたになってる感じが。結構スーパーでもラーメン屋監修の鍋って言ってるじゃないですか。そんな感じで多分めっちゃ研究して。ごめんなさい。親方が荒ぶってまだ一個かも。嘘です。根に持ってない。スープ入れなきゃ。ってうまいんだよ。それからちょっとお水足して塩とか足しちゃう？なんか外食もいいですけど、やっぱこうみんなで作ってまあまあまあ。なんかやっぱうまいっすよね。うまい。なんなんやろなこれ。なんでなんやろ。なんでこんな美味しいんやろ。毎回思います。うまいな。むずい。その辺わからん。うん。